名盤ドキュメント。今回はハッピーエンドのセカンドアルバム「風待ちロマン」。まずジャケットに描かれたバンドメンバーを紹介しよう。細野晴臣は当時24歳、後に YMO のリーダーとして世界を席巻。松本隆は当時22歳、その後作詞家に転身、シングル総売上5000万枚のヒットメーカーとなる。鈴木茂は当時19歳、天才ギタリストと呼ばれ、その後も伝説のグループで活躍した。そして当時23歳だった大滝栄一。ロングバケーションのミリオンヒットを皮切りに独自のポップサウンドを追求。2013年12月30日、65歳で亡くなった。カリスマたちも当時は無名。アルバムはヒットせず3年で解散した。しかしその後の活躍とともに再評価が進む。とりわけ風待ちロマンは文学的な歌詞やマニアックなサウンドが魅力の名盤だ。すごいソウルフルだなと思うし、自分の好きな音がすごいここに詰まってるというか、繰り返し聴いてしまいますね。ロックの日本化を成し遂げたアルバム、ポップミュージックから芸術作品になっちゃったぐらいの完成度だったと思います。ギンギンギラギラの太陽なんです。その時にリアルタイムでファンでいて誇りがあったんですよね。俺はなんかこれが分かるっていうか、孤高の存在だったと思いますよ。まあ日本語でロックをやろうと思ったらもう永遠に越せない壁みたいなもので、40年以上前のアルバムがなぜ永遠に越せない壁なのか。その謎に迫る貴重なマルチトラックテープが発見された。伝説のメンバーが集合。40年ぶりに録音当時の音を聞く。マルチがあるっていうのは全然知らなかったしね。まあミックスし直したいですね。もう一回ちょっと聞かせて。みんな妙に作詞家松本の貴重なドラムソロ。やめてよなぜか細野の一人コーラス。ギンギンギラギラの変なの。夏なんです。もう一回今の。そんな追求しなくてもそして映画やコマーシャルで耳にするこの曲。街の外れの背伸びした路地を。今聞いてたらさ、普通はタンなんだけどさ、タッタってやってるんだよね難しいんだよ。名曲の意外な秘密をメンバー自ら語る。レコーディングの日までできてなかった。まぐれでできた世紀の名曲って感じ。だからいまだに僕この曲歌えない。それで僕の風を集めて。風待ちロマンはなぜ時を超え引き継がれるのか。歌詞やサウンドに隠された秘密とは。そして風待ちとはどんな街なのか。名盤風待ちロマンの魅力を掘り下げる。伝説のロックバンドはそもそもどんな風に生まれ、何を目指していたのか。時代を遡ってみよう。1966年ビートルズ来日。フレッシュなサウンドに加え、ルックスやファッションで若者たちを魅了した。翌年ビジュアル系グループサウンズが続々登場するが、それに満足できないロック少年たちがいた。グループサウンズは正直つまんないと思ってたんですよ。結局歌謡曲の延長みたいな
電気楽器を使ってんだけども、やってることはロックではないっていう。一方、シンガーソングライターが政治的メッセージを歌い、若者たちの共感を呼ぶ。しかしそれもフォークの人たちはメロディーもいいし全ていいんだけど、悪く言うとリズムがつまんないんですよ。1969年、学生運動が行き詰まる一方、 GS にもフォークにも飽き足らない大学生細野と松本はエイプリルフールというロックバンドを結成。演奏のうまさが評判で人気もあったが、カバーばっかりやってましたね。当時の流行りのロックですけど、まあそれの反動というかな、常に頭の中にはオリジナルを作っていかなきゃなと、新しい音楽やりたいと。ロックのリズムにどうやって日本語を乗せるかっていうのは全く先例がないんですよ。僕らにとってモデルがないことを始める。エイプリルフールは半年で解散。2人は日本語とロックサウンドの融合を目指す新たなバンドを構想。文学青年の松本が歌詞を書き、残りのメンバー全員が曲を作る新しいスタイルのロックバンドを細野は思い描いた。そのバンドに加わったのが岩手出身の大滝栄一。細野とは海外の音楽情報をやり取りする同好会仲間で、曲も作り歌唱力もあった。僕も大滝も音楽の体験が同じなんですよね。日本は敗戦で戦後に米軍の放送が始まってね、当時は FEN って言ってましたけど、大滝君の住んでるエリアも基地があったわけで、聴いてる人はみんなミュージシャンになるんです不思議なことに。当時細野がこだわったバンドがバッファロースプリングフィールド。3人のシンガーソングライターが際立った個性をぶつけ合うアメリカンロックの草分け的存在。日本では無名だった。ちょっと分かりにくいんですよ、バッファローは。ああいうサウンドをどうやったらできるんだろうっていうのはまあ疑問。それを追求していくと、彼らのルーツというものを非常に大事にしてる。音楽にとどまらず西洋カルチャーだったり文学。覚えてることは、その大滝栄一から電話があって、バッファロースプリングフィールドが分かったよと、たった一言。分かったなら一緒にやるしかないなという最後にスカウトされたのが当時17歳だった鈴木茂。彼は高校生で、そのギターのうまさにみんなで天才少年と呼んでたんです。ギター持ってきてくれって言われたんだと思うんですよ。でギター持って松本さんの家に、で12月の雨の日を細野さんがこう生ギターで弾いて、で僕はそれ初めてそこで聴かされたんだけど、でそれにイントロのメロディーをなんかすぐ思いついて弾いて、ギターで参加しないかって確か誘われたんだと思うんですよね。4人のメンバーが揃い、ハッピーエンド誕生。大阪万博でにぎわう1970年、フォーク系のインディーズレーベルと契約。ファーストアルバムの録音が始まる。で音をどうやって作っていくか、あるいはどうやってミックスしていくか、それは実は僕たちは何も知らないんですよ。ただしレコードをいっぱい聴いて育ってきたんで、レコードが先生だったんで、「春よ来い」っていう曲が最初にできて、これはすごいと、発表するに値する音楽だったと僕は思って。1970年8月、春よ来い、12月の雨の日などを収録したファーストアルバム完成。ジャケットの絵柄からゆで麺と呼ばれる。翌年、音楽雑誌がゆで麺を70年のベストアルバムに選出。一躍注目されるが思わぬ波紋を呼んだ。いわゆる日本語ロック論争。ハッピーエンド批判の急先鋒が内田裕也。春よ来いにしたってさ、よっぽど注意して聞かないと言ってることが分かんない。と
当時海外進出を目論んでいた内田は、ロックの歌詞は英語、日本語では世界で通用しないと主張した。ゆえさんは多分その視野が広かったんでしょうね、僕たちよりね。ビジネスも考えてたわけだから。ところが僕たちは研究してたんですね。言葉の持つ日本的な響きとか、世界に通用するかとか、そんなことを考えずに研究してたんですね。アポロ飛行士が月面に降り立ったみたいな感じで、暗中模索の状態の中で一つずつ形ができていって、この点とこの点を結んだこの延長線上がやっぱり一番正しいんだなって、やっぱり見えたのが風待ちロマンだと思うね。1971年5月7日、ハッピーエンドは日本語ロックのさらなる高みを目指し、セカンドアルバムの録音を開始。この日は大滝栄一が作曲した2曲をレコーディング。ハイカラ白地はハッピーエンドがライブで必ず演奏する代表曲の一つ。大滝の遊び心が詰まっている。このイントロもね、面白いですよね。相撲の太鼓があって、日本語のロックをやるには日本語の文化的背景をちゃんとこう体に叩き込まないとダメだと。それを覚悟して聞けと。Hi, this is Bandai Tarao. High color is beautiful. もともと俳優志望だった星野源。ハッピーエンドは音楽にのめり込むきっかけだったという。自分の好きな音がすごくここに詰まってるっていうか、最初の和太鼓みたいな音もそうだし、録音の現場に行ってマイキングを見たいです。一つはハイカラな白地だから、海外のモノマネばっかり先を争って真似してるだけの人たちがあまりにも多いんで、ちょっと自虐的な批判っていうのをやりたいなと思ってて、で同時にすごく苦しいわけですよ。自分の内臓の肺から血を吐くような思いをして、僕は詩を書いてるっていうのをダブルミーニングにしてます。エンドっていうのは実はやっぱりこういう大滝栄一のポップなロックっていうのが柱ですよ。風待ちロマンは全12曲を収録。 A 面を風面、 B 面を町面と呼ぶ。5月から始まった録音は9月まで足掛け5ヶ月に及んだ。さらに当時最先端だった8チャンネルの録音機材で理想の音作りにこだわった。レコーディングエンジニアも目まぐるしく変わっている。そんな風待ちロマンのこだわりの録音を伝える貴重な資料が発見された。8チャンネルのマルチトラックテープだ。幅3センチほどのテープに8種類の音声を別々に収録。これらの音をミックスしてレコードが完成する。マルチ発見の知らせに伝説のメンバーたちが集合。
まず松本と鈴木がおよそ40年ぶりにハイカラ白地のマルチを聴く。僕はハイカラ白地。大滝は間奏に松本のドラムソロを入れた。いかがですか、当時の思い出。なんか結構雑だなと思って雑っていうのはどの辺？どんな曲だか分かんないで演奏してるでしょ。その時は、知ってるのは大滝さんだけでね。2番3番になぜかドラムが2テイク入ってんだよね。ドラムちょっと聞いてみましょうか。聞いてみようか。やめてよドラムスを2つのトラックに収録。大滝の意図をマルチで探ってみよう。2つのトラックにはなぜか同じ演奏が録音されていた。ね、ほとんどステレオじゃない？ステレオなのかな。これは多分大滝さんの指示だと思うけど、ドラムでは珍しいよね。ダブルドラム？ダブルドラムだね。本当か？ステレオ何なんだろう。ちょっと意図があんまりよく分かんないけど。メンバーたちにもわからない大滝の不思議な仕掛け。大滝栄一って人はすっごいアイデアマンなのね。いろんなアイデアを練ってきて、アレンジもガラッと変わるわけ。お互いになんか試し合うみたいなとこあるよね毎日武蔵と小次郎やってるみたいな口ではっきりダメとか言わないよね、みんなね。お互いのなんていうか音楽的な情報交換はしてるわけ、普段から。そういうのがベーシックにあるから、なんていうかあんまり言葉がなくても通じ合えたんだと思う。同じく5月7日に録音された「抱きしめたい」は A 面の1曲目に収録された。淡い光が吹き込む窓、遠い中が飛んで行きます。僕はタバコを加え一服すると君のことを考えるんです。今日は風待ちロマンを突っ込んでいこうということなんですが、佐野史郎はハッピーエンドマニアの一人。学生時代生の演奏を聴きレコードを購入。アルバムすべてにメンバー全員のサインをもらっている。若きマニア高田蓮、父はフォークシンガー高田渡。ゆうちの父親はよく常々そのハッピーエンドの話はよくしてて。あ、そう。実は高田渡のアルバムをハッピーエンドがバックバンドとしてサポート。近年は息子の蓮が細野のバンドに加わっている。メンバーとの交流も深い2人が風待ちロマンを勝手に解説する。これやっぱりイントロですよね。イントロだね。まずはね、拍が全く分かんなくなるんですよね。なんか細野さんもおっしゃってたのは、当時やっぱりその裏の拍から入るのがブームだったらしいですね、細野さんたちの中で。実際に聞いた時にそのどこが頭か歌が始まるまでギリギリまでわからない。ダーだったダーだったダーだったって取ってしまいがちですよね、どうしてもね。ところがここでは1、2、3、4ダーだったダーだったダーだった。イントロを聞き直してみよう。分
かりになりましたでしょうか。わからないよね。こんなマニアックな番組でいいのか。5月12日、空色のクレヨンとハイカラビューティフルの録音開始。いずれも大滝が作曲した。空色のクレヨンで君を描いたんです。一方、細野はなかなか曲ができず、録音に入れずにいた。では、細野の名曲「風を集めて」はどのように生まれたのか。そこにはさまざまな葛藤があった。ファーストアルバム録音の際も曲作りに苦しんだ細野。原因の一つは作曲者が自分で歌うというバンドの原則だった。とても大好きだったバッファロー・スプリングフィールドっていうバンドも全員作ってますから、全員歌って、そういう一人一人の才能が集まるのがバンドだっていう時代が来てたんですね。問題は細野の声。通常ロックボーカリストの声域は高い方がシャウトしやすく、楽器の重低音にも埋もれない。しかし細野の声域はどうしてもね、僕人生がベースになっちゃうんですね。声が低いはなんか低域で生きてるんですよ。なんか高い声出ないんですよ。特に歌ですよね。歌がなかなか歌えなくて。高い音の曲は歌いにくい。しかし自分の声に合わせるといい曲にならない。実はゆで麺の時も曲を完成させ録音までしたが、没にした未発表曲があった。それがこの曲「手紙」。風を集めて、風を集めて、いわば「風を集めて」の原曲だ。サビの「風を集めて」と冒頭の「街と路地」以外共通点はない。細野さんが奥にこう、はい、細野もスタジオに現れ3人が揃った。マルチがあるっていうのは全然知らなかったしね。まあミックスし直したいですね。その前に手紙を聞いてもらう。風を集めてっていうのはゆで麺の時からもうフレーズとしてあったの。温めてたんだ。でこれはだから風を集めてだけ生かして、あと全部ボツにする。ああ、そういうことなんだ。風を集めて、風を集めて、風を集めて、おふくろの手紙を読む。はい、いいんじゃない。思い出した。もう何もかも嫌いこれ。もう悩みの塊だよこれ。あの頃のだからバンドっぽい声を出そうと思って無理してて、高いんだよ。あとね、歌詞がおふくろっていうのが抵抗があった。大体僕たちおふくろって言わないもん。言わないよね。で細野さんをボツにしようって言った時僕はホッとしてさ。よかったよかったよかった。しかし細野は「風を集めて」という一言にこだわった。風を集めてはこれは捨てらんない言葉ですね。誰も考えたことなかったですね。ボツになった手紙が名曲に生まれ変わるまでもう少し時間が必要だった。続く。6月12日、ようやく細野が「夏なんです」の録音に入る。しかしその2ヶ月後、同じ曲を録音し直す。まず完成版を聞いてみよう。田舎の白いあぜ道で埃っぽい風が立ち止まる。夏休みにさ、もう暑い中その喫茶店行ってこれかかってる時も相当人生の中で
幸せな一瞬の中の一つに入るかもしれないな。ギンギンギラギラの太陽なんです。ギンギンギラギラの夏なんです。すごく変な音なんだなと思うんですよ。でもその感じが、そのコード進行の雑味みたいな、その感じがいわゆる日本の夏の雑味とちゃんとこうリンクしてる感じがあって、そんなにいろんなコードは使わないんだけど、その中でうっすら転調をこう織り交ぜて、そのなんていうのかな、風景がぼやけるっていうか、夏って感じの曲だから辛いんです聴いてて。星つくつくの夏なんです。日がさぐるぐる僕は退屈。涼しさを感じる人もいれば暑さを感じる人もいる。それぞれの夏を感じさせる独特の空気感はどこから生まれるのか。まあ一つはっていうこのメジャーセブンスが2個続くっていうなんか独特のなんかこうふわっとしたコードの帰結感のないまんま進んでいく感じと、着地してない感じっていうか、何か宙に浮いている感じっていうんですかね。実は細野はあるアメリカのバンドに影響を受けてこのイントロを作ったという。多分ファンの間では有名なモビーグレープのヒーだよね。ね、そうですね。その曲を聴いてもらおう。本当だ。知らなかった。知らなかった。イントロだけね。イントロだけだね。似てるね。うん。別に隠しちゃいないよ。常にバッファロースプリングフィールドとモービーグレープっていう2つのグループのサウンドが頭にあったんですね。ではバッファロースプリングフィールドの影響とは？いい曲だ。未だに影響されてるな。そのバッファロースプリングフィールドの特徴っていうのは？そんなのわからない。だからそれを今歌ってたスティーブン・スティルスっていう人がまあ分析するなと。サムシングエルスだ。説明ができないっていうところが一番面白い。説明できない音楽の魅力、サムシングエルス。では夏なんですのサムシングエルスにマルチで迫ってみよう。細野さん、フィンガーピッキングはいですよね。そうです。高校の頃にボブ・ディランが出てきた時にそのフィンガーピッキングやってた。最初3フィンガーだったんです。3本指で、そのうち2本指で弾けるようになって、もうピックはそれ以来使ったことがない。シゲルもフィンガーピッキングでギター、エレキギターやってるよね。似てる。ピックのニュアンスと当然だけど違ってくるんですよ。その弦を弾くような弾き方ができるから。天才鈴木のギタープレイをマルチで聴いてみよう。うん。ピックじゃないね。うんとだ。ピックじゃこれできないよ。うん。長谷川清さんに「あなたは指で弾いてるでしょ」って言われたことがあって。すごい。耳がいいね。耳がいいんだよ。ギターのメロディーにドラムとベースのリズムを重ねて聴いてみる。すると松本がここだね。あ、こうか。タッタッって今聞いてたらさ、普通はタンなんだけどさ、スネアってタッタッってやってるんだね。あれが粘るんだよね。かっこいいね。かっこいいね。あれもああいうのをさ、
松本これやれって要求するわけ。もう一度ドラムスに注意して聞いてみよう。やってるね。こういうのが隠し味だね。いいよね。普天っていうキックのリズムがあるんだけど、それはストトンっていうこうだからタタンタンタンタタンタンタンシンコペーションだよね。足つりながらやってたんだいやだってすごい速いことをやらすからさ。ところで低い声に悩み曲が作れなかったはずの細野がなぜ作曲できるようになったのか。実はこの曲のリハーサルテイクが残っていた。あれ違うね。全然違うじゃない。全然違う曲だ。でもさメロディーは似てるよね。いや似てる似てる。全然違う。似てるよね。似てるよ。コード進行は違うだけで。これもいい。これいいな。いやこれは知らなかったな。これみんなでやってんだ。みんなでやってんだ。なんでこんなの知らないのよ。なんで記憶にない。なんで教えてくんないっていうかどこで見つけた。3ヶ月前の曲は完成版よりサビの声域が高い。つまり細野は低い声で歌えるように作曲し直したということだ。細野にきっかけを与えたのはジェームス・テイラーだった。ジェームス・テイラーの音域が僕にぴったりだったんです。あとフィンガーピッキングのギブソンの音とかね、これだっていうのがあったんですよ。細野さん家に呼び出されて、でジェームス・テイラーは初めて聞かされて、こういう感じでやりたいんだけどって言われて、でこれだったら僕の声に合うと思うって言って。自分の声に合った作曲術に開眼した細野。名曲誕生までもう一歩のところに来ていた。名曲「風を集めて誕生秘話」その2。風を集めての原曲になった手紙。日暮れ時帰宅に急ぐ人々の庶民的な風景を描いた歌詞を松本はこう書き換えた。町の外れの背伸びした路地を散歩してたら、シミだらけのもや越しに起き抜けの路面電車が海を渡るのが見えたんです。それで僕も風を集めて風を集めて青空をかけたいんです。説明なんかいらなかったですね。同じ風景を見てた。で東京の風が吹いてる世界観っていうのは非常に音楽的に思いました。特に印象的なのは路面電車が海を渡るという幻想的な風景。そこには少年時代の原風景が描かれているという。子供たちが集まって鬼ごっこしたり野球したりする広場があったとする。そこにマンションが建ちます。ビルが建ちます。その亡くなる前の広場はどこに行ったかっていうと、子供の記憶の中に残ってる。でその記憶の街を、パノラマみたいにいっぱい集めたら一つの巨大な架空の街ができる。それが風町っていう。風町と呼ぶ松本の原風景。それが大きく変わるきっかけが東京オリンピックだったという。まず路面電車がなくなったのね。それが一番大きいかな。ゆったり
走る感じが良かったんだけど。よく松本君と乗ったりしてたんですよ。そこから広がるその赤坂見附の路線の複雑さとか、乗るたんびにいつも2人で「すごいね」って言ってたんですよね。その景色はもうないわけで。松本の路面電車への思いはアルバムジャケットにもうかがえる。ジャケットの内側いっぱいに描かれた都電のイラスト。当時メンバーの写真を撮影した野上正弘は松本のこだわりを覚えていた。松本君がこうコンセプト考えて、そんでジャケット作ってたんですね。都電の絵を表紙にしたいと。で頼みに行ったら宮谷さんっていう人が4人の顔のアップで行こうよっていうふうに話を持って行って、でも食い下がってどうしても都電の絵が欲しいんですっつったら中ジャケにこう都電の絵を描いてくれたんですね。さらにオリンピックの道路拡張で松本の成果は道路になった。青山のキラー通りなんだけど、別名オリンピック道路でオリンピックでほとんど共生たちの木だから奪われたって感じがすごい強かった。オリンピックは道路や街並みだけでなく人のつながりも変えた。クラス会っていうのはないよね。会いたいなと思うんだけど、みんなだから土地相続できないから売るよね。でどっか行っちゃうと連絡取れなくなっちゃうね。心の何割か喪失してるよね。その当時の東京が好きなんですよね。春になればちゃんと春の匂いがする風が来たりね、あ、秋だ冬だとか全部わかるんですね。風が運んでくるんで。今はもうわかんないです。東京。日本中が沸いた2020年オリンピック招致。東京はさらに変わるのだろうか。変わる。まあ東京オリンピックみたいなああいう良さもないだろうね、きっと。日本中が高揚するような。あの時だからさ、日本が下を向くなんてことは想像もつかなかった。いいこともあったんだろうけど、やっぱり弊害もあるって。20年に反省なしでやっていいのかっていうことですけど、僕の場合は。ですから今こそその歌詞が響いてくるんですよ、僕にとっては。9月11日、大滝細野に続いて鈴木茂がデビュー作を録音。第3のソングライターは風待ちで遊ぶ子どもたちを歌った。茂さん初めて作った曲でしょ。そうですよね、信じがたいですよね。茂さんはバンドの中で年下で、なんかいつもギターの感じとか見てると、やっぱりそのビートルズにおけるジョージ・ハリソンっていう、まあそれはね、ご自分でも意識なさってたろうけど、分かりやすい演奏の方が、だからそういった意味ではジョージ・ハリソンのギターはとっても好きですよね。アドリブでいろいろ弾きまくるっていうよりも、好きなメロディーを考えて、でそれを完成させていくっていう形の方が好きなんですよね。コーラスもなんか美しい。そうですね。
曲で初めてボーカルをやったんだけれども、不安を感じながら、やった覚えがあるけど。鈴木にとって自分の曲の録音は初めての経験。コーラスアレンジに悩み大滝に頼った。とってもびっくりした。もっと簡単なメロディーラインを考えてくるのかと思ったら、1番2番3番ってこう微妙にメロディーが違ってたりしたりと、コーラスの違いをマルチで聴き比べてみよう。まずは1番。おしゃれな風は花びらひらひら、かげろうの街まるで花畑、土ほこりの風の子たちにゃ、七つの海もまるで箱庭さ、みんな妙に怒りっぽいみたい、みんな妙に怒りっぽいみたい。2番がなんか裏声になったりとかいろいろ変えてますよね。とっても力を入れて考えてくれたんだなと思って感謝したんですけどね。いい曲作ってくれたなと思いましたよ。歌もちゃんと歌ってくれて初々しいなと。今思えば子供に近いぐらいの年齢ですからね。ハッピーエンドにちゃんと貢献してくれたって。第三の男鈴木のソングライターデビューで全員が曲を作り歌う理想のバンドが実現した。しかしこの曲にはその逆の意味も。大滝さんと細野さんが仲悪くなっちゃって困ってる松本隆がいるみたいな。まあそれはあるでしょう。でこれは実はなんか解散する頃のハッピーエンドのみんな気持ちがバラバラになってて、で歌う人たちはソロになりたくてしょうがないみたいな。風待ちロマンの録音中、大手レコード会社から大滝のソロデビューが決まった。名曲「風を集めて」誕生秘話その3。自分なりの曲作りに開眼した細野は次々録音。暗闇坂はセミしぐれ、黒マントにキラキラ光る目で真っ昼間から時々線時が落ちてくる街に今日は朝から目がしとしと。しかし風を集めての作曲には苦戦していた。なんでかっていうとすごく難しい詩なのよ。通り抜けてたらガランとした防波堤越しに行ってここら辺のね、メロディーどうやってつけるのこれだから上手に乗せてるよ。すごく苦し紛れに細野さんしか乗せらんないんだよね。だってレコーディングの日までできてなかった。9月6日曲ができていないにもかかわらず録音スタジオへ入った細野。問題の風を集めてを改めて聞いてみよう。街の外れの背伸びした路地を散歩
こういうボソボソっとした声で歌い方なのになんてかっこいいんだと思って、自分が生まれる前の音源ですけど古い感じがしなかったです。びっくりしたはずですよね。ハッピーエンドは大滝さんの声がやっぱり印象的なバンドで、細野さんのボーカルとして1曲目だからね。そうですね。風に吹かれてって言うとすごくさ受け身なんですよね。集めるっていうのはものすごい能動的なことで、もうこのまんま空中飛べるんじゃないかみたいな瞬間がふっとくる、とってもみんなが憧れてることなんじゃないかなと。実際の生活とか人生とかさ、ドロドロの中でみんな生きてるわけじゃない。もっとさっぱりしたところに行きたいわけ。風っていうのはそこに運んでくれる。でそれを歌にしてあげて。改めてそのクレジット見たら「風を集めて」がほぼ細野さんのソロなんだっていうことが分かって、楽器がほとんど細野さんしか、あとは松本さんがドラム叩いてるだけで、なんだろう、なんかそれ悲しい話ですか？曲できてなくて、レコーディングの直前に、細野さんが今でもはっきり映像で覚えてるんだけど、壁のところに持たれて座ってしゃがんで、それ覚えてるよ。それで縦膝でさ、で生ギター持って「松本ちょっと聴いてくれ」って言って、曲がついたから、でこれから録音するのに悠長な話だなと思いながらさで茂も大滝さんもいないしさ、あとの2人はっつったら呼んでないとか言ってるしさそんでね、で聞いたらさめちゃくちゃいい曲だったの。それでじゃあ録音しようっつってアコギとドラムでさ録音はまずアコギとドラムを収録した。緊張するな。思い出してきちゃったこうやってデモを作るみたいな状況だったな全てがぶっつけ本だ。練習なし、続いてもう一本のギターも細野が演奏した。この時に鈴木さんと2人でこうやるっていうこともできたわけでしょ。どうして鈴木さんを呼ばなかったんですか？もう余裕の問題ですね。だから直前までできてないから呼べないんですよ。っていうかその当時
2人はどうしてたんだか知らないけど記憶がないんだよその時の。でなんで俺が呼ばれたのかも分かんないもんね。やっぱりドラムは入れないといけないでしょドラムは叩けるんだよドラムなしとは考えてなかったからね。ドラムスはほらコード進行ないからね、でも曲が定まってない場合シングル読んでもう教えることができない。どうですか鈴木さん、細野さんのギターは。いやかっこいいですよ。2フィンガー3フィンガーがとっても気持ちいいですよね。なかなかできないんでね。これアルペジオをそれぞれこうコーラスみたいにこう重ねるっていうのはなんか。いや適当ですよね。同じことはやんなければパターンが変わるんで。細野がアドリブで弾いたギターにこんな隠し味が。普通に考えたら街の外れのでいいはずなんですよね。 D とA ナインスみたいなやつで、ところが C シャープが入っててアコースティックギターを弾いててもすでにベースラインも内包してるっていうか。最後にボーカルだけで聴いてみよう。背伸びした路地を散歩してたら染みだこういうレコーディングこれ以来やったことないんだけどね。曲直前にできてすぐ歌うっていう歌ったことない曲だパンチパンチやつで撮ってくれた細切れに撮ってったんですね、歌をだからいまだに僕この曲歌えないの緊張するっていうかね。緊張するよね。それで一箇所僕メロディーを間違えてんだよ。どこ？起き抜けのっていうとこ、起き抜けのっていうはずが起き抜けのって言ったってんだよ、一応触ってんの、でみんなほらカバーする時そのまま歌うじゃん違うんだけどそれはねもう手遅れっていうか手遅れさ、遅い。いやまぐれでできた世紀の名曲って感じだけどね。9月12日 B 面5曲目に収録された「春らんまん」でようやく録音終了。1971年11月20日風待ちロマン発売。ミリオンはおろか1万枚ほどしか売れなかった。その後サードアルバムを発表してハッピーエンドは解散。80年代に入り YMO の活躍やロングバケーションが大ヒット。ハッピーエンドは再評価されアルバムもじわじわ売れてゆく。そして2003年ソフィア・コッポラ監督が「風を集めて」を映画で使用。映画は世界中で公開され「風を集めて」も思わぬ反響を呼ぶ。この曲を日本語のまま歌う外国人が続々と増えている。ロサンゼルスとかニューヨークでアメリカ人の若いのが僕の前に来て「風を集めて」を歌ってくれるんですよ。日本語で歌うわけ？まあ英語で作ってたらさこんなグレードの高いものはできないと思うね。その日本語でやるかって細野さんと論争してる時にじゃあ松本ね、日本語の歌詞で全世界に通用すると思うかっていうからある確率もあるっていうなんていうのそれは否定できないって言ってさどんなちっちゃな確率でもやっぱ追求しとくと
後で夢が叶うっていうこともあるかもしれない。2枚目でこの最高峰が来ちゃうっていうのはちょっと早すぎたよね。もうちょっと試行錯誤したかったなっていう。少ないチャンネルで作ってるからよくまとまってるんだよね。最初から方向性だとか全てある程度は決まっていて、そういうふうに作られたものっていうのは空間が気持ちいいっていうのかな。音と音の隙間がとっても気持ちいいレコードだと。最近いいこと言うね。大人になって茂の話を補強すると、今この時点で8チャンネルのテープレコーダーしかなかったんですよね。その8チャンネルでしかできないことをここに記録されてるわけで、マルチがあるのかと思ったんですよ。だったらミックスできるじゃないと思うんですよ、差がですね。ところが今聞いてみたら全然ミックスする必要はない、やり直す必要は全くないなっていう。細野さんがおっしゃってたサムシングエルスっていう答えみたいな。いや、答えってのはねないんですよね。だからいまだにこうやって発見度のことに関してね根掘り葉掘り聞く人がいたりするわけでしょ。それが多分サムシングエルスっていうかな。当時苦労して背伸びしてまでもとにかくいい音楽を作りたいっていうことに一生懸命だったっていうのは確かですよ。それをその時代時代でやっていくっていうことがね、なんかサムシングエルスを残していくっていう。ハッピーエンドを一言で言うと、僕は一言じゃ言えないからパス。リーダーなんか言った方がいい。リーダーだったかな、僕。リーダーだよ。そう、全然リーダーシップないけど。なんだろうな。本当に分かんない。言わなくていいよ。前に思ったことがあるんだけど、学校の休み時間になるとみんな校庭に出るでしょ。みんな一緒に集まって遊ぶ時もあれば、みんなバラバラになってやる時もあれば、その距離感っていうのかな、それがとっても似てるような気がした時があったんだけれども。やっぱりいいこと言う。いいこと言いますね。いいこと言いますね。一言じゃない。最後にアルバム「風待ちロマン」最終曲を聴きながらお別れしよう。あいうえおかきくけこ。でも特に大滝とは冗談ばっかり言ってたな、落語の話とか。そうだね。笑ってばっかりというか、暗いバンドに思われてたけど中身は面白かったよね。とっても笑ってばっかり言ってた。ラリルレロロロロワイウエオ。